こんにちは、ダイアリー11のちえです。実は私、8月後半にフィリピンから韓国へ行ってきたんですが、そこでコロナ陽性判定を受け、隔離生活を送っておりました。というわけで今回は2022年9月時点での韓国入国情報とフィリピンから韓国への旅の様子、そして現地でコロナ陽性になってしまった場合の手続き、隔離生活について紹介したいと思います。2020年3月以降、日本人は韓国への入国にはビザが必要でしたが、2022年8月から一時的にビザの免除措置が取られ、約2年半ぶりにビザなし渡航が可能になりました。この免除措置は現時点で2022年10月末まで実施される予定です。当初は8月いっぱいとされていて、追って10月末まで延長されたので、今後さらに延長される可能性もあるかもしれません。ちなみに韓国のノービザ滞在は日本人の場合最長90日まで可能です。ビザ免除措置最終日の10月31日を過ぎても入国から90日未満であれば引き続き滞在できます。韓国入国に必要な手続きは大きく以下の2つです。KETA はビザが免除されている国籍の渡航者に事前にデジタルで渡航を認証するシステムです。アプリまたはウェブサイトから韓国語または英語で申請します。必要なものはパスポート、メールアドレス、顔写真ファイル、手数料決済のためのクレジットカードまたはデビットカード。手数料は1人当たり1万ウォン、約1000円です。申請結果は通常数時間で登録したメールアドレス宛てに送られてきます。またアプリやウェブサイトからも結果を確認できます。申請が承認されたら手続き完了です。申請の期限は飛行機に搭乗する72時間前まで、一度承認されれば2年間有効です。Q コードは韓国入国後の検疫手続きを事前に進められるシステムです。ウェブサイトから韓国語または英語で登録します。必要なものはパスポート、メールアドレス、航空券情報、韓国での滞在先住所と電話番号。入力が完了すると登録したメールアドレス宛てに QR コードが届きます。韓国到着後に必要なのでスクリーンショットを撮っておきましょう。登録は出国の2日前から可能です。ちなみに私が渡航した8月時点では陰性証明書も必要だったのですが、9月7日以降は陰性証明は不要になっています。事前準備が終わったところでいざ出発。今回の私の予定はまず国内線でドゥマゲテ空港からマニラ空港へ、そして国際線でマニラ空港からインチョン空港へ、セブパシフィックでの移動です。ドゥマゲテ空港のチェックインで早速つまずきました。韓国への発見はビザがないとできないと言われてしまったんです。8月からは日本人はビザなしで行ける旨を説明し、多少吸ったもんだしつつ無事チェックインできました。この時はビザ免除措置も開始されたばかりで、そもそもフィリピンの地方都市から韓国へビザなし渡航する日本人はかなり珍しかったと思うので、スタッフさんが戸惑ったのも無理はないかもしれません。今現在はもうスッとチェックインできるかもしれません。マニラ空港に到着。国際線はあっさりチェックインできました。KETA の承認画面をスマホで見せるだけで OK でした。実は前回の日本帰国時にずっと期限切れになっていたプライオリティパスを更新したので、今回の出国では空港ラウンジが利用できます。広々とした席でくつろげるほか Wi-Fi、トイレ、シャワールームが利用できます。そして軽食とソフトドリンク、アルコールのサービスも。おかず、前菜、スープ、サンドイッチ、デザートも豊富。十分お腹いっぱいになれる量のお食事がいただけます。そしてこのラウンジ、アナの指定ラウンジにもなっているということで、日本式の牛丼も用意されています。これが美味しいんですよね。空港ラウンジが利用できるプライオリティパス、私は楽天プレミアムカードの付帯サービスで所有しています。楽天プレミアムカードは海外旅行保険も自動付帯なので、海外によく行く人にはおすすめのクレジットカードの一つです。この時はまさかこの後すぐ海外旅行保険でも利用することになるとは思っていませんでした。韓国に行くのは2019年に語学留学をして以来約3年ぶり。ソウルに滞在している彼氏とも約4ヶ月ぶりの再会です。マニラを出発して約4時間、ついに到着です。
インチョン空港での検疫手続きは恐ろしくスピーディーでした。Q コードで発行された QR コードをスタッフさんにスキャンしてもらうだけ。何の確認も質問もなく1分もかかりませんでした。スタッフさんもとても少なくて物々しい雰囲気も一切ありませんでした。ここ2ヶ月でフィリピン、日本、韓国3カ国の入国を経験しましたが、韓国がダントツで早かったです。イミグレーションを通過し、荷物をピックアップして空港の外へ。実はこの後が韓国入国のある意味最大の難所です。2022年9月現在、韓国では入国から24時間以内の PCR 検査が義務付けられています。ここでもし陽性が出れば、そのまま1週間隔離生活を送ることになるんです。というわけで私もインチョン空港第1ターミナル5番出口のすぐ前にある PCR 検査センターで検査を受けました。飛び込みも可能ですし、ウェブサイトから予約も可能です。検査の申し込みには電話番号とメールアドレスが必要です。費用は8万ウォン、約8300円でした。私が行った時は日本語ができるスタッフさんもいらっしゃって、とても丁寧に対応してくださり、すぐに終わりました。検査結果は 4,5 時間でメールで届きます。スマホ番号を登録していた場合はショートメールでも届きます。結果が届いたらスクリーンショットを撮って Q コードにアップロードします。これで韓国入国に関わる全手続きが終了です。仕事終わりの彼氏とインチョン空港駅で合流しました。皆さんお察しのことと思いますが、私はこの後陽性結果を受け取ることになります。そうとも知らず彼氏と一緒に滞在先のホテルに向かっているところです。阪岸の中州に立地するヨイドは多数の証券会社が立地するビジネス街です。韓国のウォール街とも呼ばれたりします。今回は彼氏のクレジットカードの優待サービスで普段なかなか手が出ない高級ホテルに招待してもらいました。うわー、ラグジュアリー感半端ない。キングサイズふかふかのベッド、隣に十分快適に寝れちゃいそうな長いソファー、そしてこの広々デスク。空間の使い方が贅沢ですね。このミニバーカウンターおしゃれだな。冷蔵庫の中はこんな感じ。こちらがミニバーのメニュー。充実してますね。無料サービスのコーヒーはなんとネスプレッソ。フレーバーは3種類ありました。これは嬉しい。こちらにはティーバッグもあります。こちらはルームサービスのメニュー。めちゃくちゃたくさんあります。続いて水回り。洗面台は贅沢に2つ。アメニティも高級感が漂います。隣にトイレがあって、逆隣に湯船。フィリピン在住の私にとって一番嬉しいのがこの湯船です。湯船の隣にシャワーブースがあります。このコンラッドソウル、ホテル内にプールやジム、レストラン、バー、ラウンジもあって、さらに大型ショッピングモール IFC モールとも直結していて、見どころが盛りだくさん。どこからどう見ていこうかとワクワクしていたまさにその時、検査結果のテキストメッセージが届きました。天国から地獄とはまさにこのこと。私のウキウキヨイド観光計画は始まる前に終わってしまいました。それではここから韓国で陽性結果を受けた後、私が実際に辿った流れを紹介します。まずやったことは大きく以下の7つです。陽性結果を受け取った時点で無症状でしたが、これから症状がどう出てくるかわからなかったため、もともと1週間の予定だった滞在期間を一旦2週間に延ばすことにしました。もし症状が悪化せず隔離が明けたら観光を再開したいという気持ちもありました。
B ホームというウェブサイトで陽性者の隔離滞在を受け付けている施設を探して予約しました。私は彼氏の家に近いミョンドンのゲストハウスを予約しました。1泊の料金は5560ウォン、約5260円でした。ちなみに韓国での隔離7日間は検査をした日を1日目と数えて7日目の24時で解除になります。検査翌日から数えると実質6日間なので意外とあっという間に終わります。陽性結果が出た翌日、保健所から電話があり、自主隔離が必要な旨の説明を受けました。また、症状、滞在先、身長、体重などの情報を聞かれて答えました。やり取りは韓国語ができなくても英語でも OK とのことでした。検査結果のメールに添付されている PDF を開いて、スクリーンショットを撮ってアップロードしました。私の場合、楽天プレミアムカードの自動付帯保険が使えるため、電話で保証内容を確認しました。隔離の滞在費用は、陽性証明書と滞在施設の領収書、旅程がわかるもの、例えば e チケットなどで請求可能とのことでした。私の場合、次に日本に帰国するのが11月になるのですが、11月の請求手続きで大丈夫だそうです。ちなみに問い合わせの電話がなかなかつながらず困ったのですが、24時を過ぎてからかけたらすぐつながりました。もしかしたら24時以降がつながりやすいのかもしれません。セブパシフィックのサイトから変更手続きをし、差額だけ支払って完了しました。友人との約束のリスケや家賃の支払いの遅延連絡などをしました。続いて隔離先施設について、私が予約したミョンドンのゲストハウスはダブルサイズのベッド、テレビ、クーラー、トイレ、シャワールームが備わっていて Wi-Fi も使えました。仕事でデスクが必要だったのでお願いしたところ、ポータブルデスクを用意してくださいました。トイレットペーパーとタオルは各階の共有スペースに補充されるものを自由に取っていっていい仕組みでした。使い終わったタオルも共有スペースのカゴに入れれば OK でした。共有スペースには冷蔵庫、洗濯機、洗濯干し場がありました。また共有キッチンと屋上テラスがあり、陽性者も使っていいとのことでした。マスクを必ず着用し、他の利用者とコミュニケーションを取らないことが条件でした。結論として私にとっては普通に旅行でも利用したいくらい非常に快適な宿泊施設でした。Wi-Fi が高速で、シャワーの水圧も温水もバッチリで、停電や断水もないという点で私のフィリピンの自宅より圧倒的に快適でした。ここで気になる食料調達について。私は彼氏にデリバリーフードをお願いして乗り切ったんですが、保健所の説明では隔離中でも薬局に薬を買いに行くのとコンビニに食料や必需品をさっと買いに行くぐらいは OK とのことでした。やはりマスクを着用することと人とコミュニケーションを取らないことが条件と言われました。なのでよほど人里離れた隔離先でない限りは飢える心配はないと思います。あと私の滞在施設では共有スペースにシリアルの無料サービスがあって食べていいよと言われました。こんな風に滞在先に何らかの救済策がある可能性もあるので、予約の際に質問してみるのもおすすめです。ちなみにデリバリーサービスを利用できると隔離生活の幸福度が一気に上がると思うのですが、韓国のメジャーなデリバリーアプリペダル民族やヨギオは残念ながら現時点で韓国発行のクレジットカードしか対応していないようです。唯一シャトルというアプリは海外発行クレジットカードでも利用できそうだったのですが、私のいたミョンドン地区ではお店の選択肢がかなり狭く、配達料が8000ウォンと高額のところがほとんどだったので諦めました。今後旅行者でも決済しやすくなるといいですよね。それから私の症状の経過について、陽性結果を受け取った翌日からしっかり症状が出ました。図にするとこんな感じ。2日目と3日目に発熱し、4日目でほぼ回復、5日目で全開という感じでした。ものすごく軽症で済んだラッキーなパターンだと思います。一応6日目にはテストキットで陰性結果が出ました。以上が私の隔離生活の流れです。この経験を踏まえて韓国で陽性になった時のためにあらかじめ準備しておくと良さそうなものをまとめてみました。まず SIM フリーのスマホと電話番号付きの SIM カード。やっぱり電話番号があった方が何かとスムーズだなと思いました。次にコロナ対応の海外旅行保険。翻訳アプリ、韓国語ができなくても英語でなんとかなると思いますが、英語も不安な場合は韓国語の場合パパ語、英語の場合 Google 翻訳や DeepL 翻訳などのアプリを使えるようにしておくと良いと思います。体温計や解熱剤や咳止めなどの薬、韓国でも購入できますが持参するとより楽だと思います。最後に韓国での隔離の難点について。今後もし旅行者が増えて陽性者も増えたら隔離先施設が埋まってしまって予約しづらくなる可能性があるかもしれないと思いました。渡航時期を決める際に流行状況や B ホームの施設の埋まり具合などをチェックしておくとそのリスクを少し減らせるかもしれません。もう一つは旅行のスケジュールが確定しづらいことです。陽性が出て7日間隔離が発生する前提でスケジュールを組んでしまえればベストなんですが、仕事や学校などがあるとなかなか難しいですよね。こればっかりは入国後の PCR 検査が必須な限りリスクを減らすのは難しそう
そうだなと思いました。ただその他のリスク、例えば言語の問題については韓国語ができなくてもほぼなんとかなるんじゃないかなと私は思いました。まず海外旅行に慣れている人であれば韓国でのやり取りや手続きは他の国と比べると日本人にとってかなり簡単です。英語が多少できればほぼ問題ないですし、英語ができなくても翻訳ツールで積極的にコミュニケーションが取れるならまず間違いなく大丈夫だと思います。私の場合比較対象が普段住んでいるフィリピンなので例外的という自覚はあるんですが、地球規模で見た時に韓国の隔離環境はおそらくトップレベルで快適だと思います。なのであまり不安になりすぎず冷静に粛々と対処すれば大丈夫じゃないかなと個人的には思います。もちろん症状が重症化して入院が必要になってしまったらなど隔離のさらに先のリスクもありますが、これは考え出すとキリがないですね。起こりうるリスクを踏まえた上で今はまだ行かないという判断ももちろん前向きで賢明だと思います。一方でできる限りリスクヘッジをした上で行くという決断を下す人に私の体験談が何かの参考になれば嬉しいです。私の場合は入国後検査が必須だったことによって自分がフィリピンで感染していたことが分かって、その後彼氏や友達に移してしまうリスクを減らすことができました。入国後の検査もこういう風に考えれば決してネガティブなことではないなと思います。隔離が明けて韓国を観光中、彼氏の車で高速道路を移動している時になんと玉突き事故に巻き込まれました。これまためったにない体験なのでちょっとレポートしようと思います。まず事故の概要です。私たちの2台前と3台前の車がかなり前方で衝突しました。原因は不明。それを見て1台前の車が急停止、私たちの車も急停止し、後ろとその後ろの車も急停止したのですが、さらに後ろの車が止まりきれずに衝突、そのまま玉突きで私たちの車も衝突してしまいました。衝突してすぐ彼氏が警察と車の保険会社に連絡。一番最初に来たのは保険会社で、事故発生から20分も経っていなかったと思います。とても早くてびっくりしました。警察もすぐに来て現場検証。最初に追突した車以外は無責という結論がその場で出たようでした。続いてレッカー車が来て最寄りのサービスエリアに移動。保険会社がレンタカーを手配してくれるということでレンタカーを待ちました。この時私たちの前の車に乗っていた人がお水をおごってくれて、さらに保険会社の人がオロナミン C をおごってくれました。皆さんとても落ち着いておられました。レンタカーが来るまでもう少し時間がかかるということで、最寄りの出口から高速道路を出てすぐのカフェに連れて行ってもらいました。ここでも保険会社の人にコーヒーをおごってもらってのんびりレンタカーを待ちました。30分ほどでレンタカーが到着し、彼氏の車はそのまま修理工場へと運ばれていき、私たちはレンタカーに乗って高速に戻りました。事故発生からここまで多分3時間くらいだったと思います。どうでもいい話ですが、レンタカーが彼氏の車より新しくて、ハンドル制御機能とか天井を開ける機能とか使って楽しくドライブしました。ソウルに戻った後、彼氏は首がちょっと痛いということで事故の翌日に病院で検査を受けました。私は何ともなかったのですが、保険の手続きに必要と言われて私も後日検査を受けました。特に異常はありませんでした。その後、同乗者だった私にも賠償金が支払われるということで、保険会社と電話で額の話し合いをしました。本来は特に症状が出ていなくても2週間ほど経過を見て、その状態に応じて額を決めていくそうなのですが、私の場合2週間経つ前に韓国を出てしまうので、そのまま何も症状が出なかった前提で決着することになりました。提示された金額は80万ウォンで、電話で了承した後すぐ振り込まれました。いやー、いろんな意味で忘れられない韓国旅行になりました。現在はもうフィリピンに戻り元気いっぱいに過ごしていますので、ご心配には及びません。最後までご視聴ありがとうございました。